こんにちは。お久しぶりです。白石です。今回はチョコサプ第6弾。そして長く続いたチョコサプ動画の最終回でございます。いやー、結構作ってきましたねチョコサプ。これが最後なので、これまでに当たったものと被らなければ何が出ても嬉しいですね。ということで、最後のチョコサプを開封していきたいと思います。はい。これが今回作っていくチョコサプになります。前回はジムが当たったので、ジムと対になっている、シャア専用ズボックが欲しいのですが、当たるかな？このチョコレートを開けるのもすっかり手慣れましたね。まあ、慣れたからといって綺麗に割れるとは限らないんですけどね。カプセルを覆っているチョコレートを食べきったら、パーツオープナーを使用して、カプセルを開けていきましょう。このカプセルを開ける瞬間はやっぱりワクワクしますよね。さて、気になる中身は、グフだこれ。狙いのズボックではありませんでしたが、かなりいいものが当たったのではないでしょうか。それでは袋を開封してグフを組み立ててみたいと思います。今回当たったグフは一つ一つのパーツが大きいので、非常に簡単に組み立てることができますね。そして、このグフには合わせ目がほぼありませんでした。若干面倒な作業をしなくて済むのはありがたいですね。はい。こちらが組み立てが完了した、チョコサプのグフになります。いやー、これはなかなかかっこいいですね。欲を言えばヒートサーベルかヒートロッドがついていれば嬉しいのですが、武器を持っていなくてもグフはかっこいいですね。さて、グフの組み立てと、どのような作りになっているのかを確認できたので、軽く改造を行い、塗装して仕上げていきたいと思います。はい。それではグフの改造を始めていきたいと思います。まずは改造を行いやすくするために、グフを画像のように一旦バラバラにします。はじめに行うのは胴体の改造です。何もしていない素組みの状態だと、胴体についている動力パイプが一部蛇腹になっていないので、このパイプにモールドを追加していきたいと思います。それでは胴体の改造を始めていきたいと思います。まずは彫刻刀を使用して、動力パイプ部分に等間隔で傷をつけていきます。彫刻刀を使用して傷をつけることができたら、ラインチゼルで、彫刻刀でつけた傷を深くしていきます。この作業の注意点なのですが、ラインチゼルで傷を深くしすぎると細いパーツが切れてしまうので、深追いしすぎないよう注意しましょう。パイプにモールドを追加するとこのようになります。情報量が増えていい感じになりましたね。さて、続いて胴体と一体化してしまっているパイプのモールドを、別パーツに見えるよう加工していきます。まずはガンダムマーカーを使用して、パーツと一体化している加工予定の箇所に色をつけます。パーツに色をつけることができたら、彫刻刀を使用して、色をつけた部分を少しずつ削り取っていきます。力を込めて一気にパーツを削ろうとすると、刃が滑って余計なところに傷ができてしまうので、本当に少しずつ、丁寧にパーツを削っていきましょう。はい。胴体のパーツを改造するとこのようになります。情報量が増え、見た目もすっきりしましたね。続いて頭部の改造を行います。グフの頭部はパイプの間がプラスチックで埋まっていて、少しやぼったい印象を受けます。そこで不要な部分を削り取り、見た目をシャープに仕上げていきたいと思います。まずはじめに、毛書き針を使用して、作業箇所に目印となる傷をつけていきます。毛書き針で傷をつけることができたら、つけた傷を目印に、ピンバイスで、穴を開けていきます。今回は 0.5mm のドリルを使用して穴を開けました。ピンバイスで穴を開け終えたら、デザインナイフを使用して、頭部に開けた穴を少しずつ広げていきます。この作業は非常に細かいので、パーツを壊したり、怪我をしないように注意して作業しましょう。滑った刃が指に刺さることが稀にありますからね。はい。頭部に穴を開けるとこのようになります。加工前の状態と比較すると見た目がかなりスッキリしましたね。続いて、頭部の合わせ目を消していきたいと思います。まずはクレオスの流し込み接着剤を使用して、頭部のパーツを接着していきます。頭部のパーツを接着し終えたら、瞬間接着剤を、
頭部の合わせ目部分に持っていきます。削る作業が多少大変になりますが、作業をやり直すのが面倒なので多めに接着剤を持っていきます。瞬間接着剤が乾燥したら、彫刻刀を使用して、合わせ目部分からはみ出ている接着剤を削り取っていきます。大まかに接着剤を取り除くことができたら、紙やすりを使用して、削り残した接着剤をきれいに取り除いていきます。紙やすりを使用してパーツをきれいにすることができたら、頭部の合わせ目消しは終了になります。はい。グフの頭部にある合わせ目がきれいに消えました。作業の前後を比較すると、少し面長だったグフの頭部がスマートになった気がします。それでは最後にグフのモールドを彫り直していきます。まずはデザインナイフを使用して、グフのモールドに沿って薄く傷をつけていきます。モールドに沿った傷をつけることができたら、ラインチゼルを使用して、デザインナイフでつけた傷を深く彫り込んでいきます。この作業をパーツすべてに行ったら、グフの改造作業は終了になります。はい。こちらが改造を終えたチョコサプ、グフになります。改造箇所が細かすぎて、全体を見ると大きな変化はないかもしれませんが、ゲート跡やパーチングラインも消えて、なかなかいい感じになったのではないでしょうか。これ以上グフに手を加える部分がないので、サーフェイサーを吹いて、塗装作業に備えていきたいと思います。はい。グフにサーフェイサーを吹きました。彫り直したモールドもバッチリでいい感じですね。今回は簡単な改造しか行っていないので、手直しをする部分が特にありません。ということでこのまま塗装を始めていきたいと思います。はい。それでは塗装に入る前に、まずは塗装に必要な道具を一通り揃えてしまいましょう。グフはシンプルなカラーリングなので、用意するのもが少なくて助かりますね。さて、道具の用意が終わったので、グフの塗装を始めていきたいと思います。まずはグフの濃い青色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスのガンダムブルー。MG のグフを参考に色を選んだのですが、少し青が明るい気がしないでもないですね。続いて暗い灰色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、タミヤのジャーマングレー。この色は、ジオン系のモビルスーツによく使われている色なので、冒険はせず無難な色を選んで関節などに塗装してみました。続いて明るい青の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスの MS ライトブルー。この色はグフ本体の大部分を占める明るめの青色ですね。そしてこの塗料、水性塗料だと思って用意したのですが、間違えてラッカー塗料を買ってしまったみたいです。ラッカー塗料は種類も豊富でかなり使えるのですが、匂いや後処理に少し手間がかかる点が気になるんですよね。続いて銀色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスのシルバー。この塗装はこの後に塗る色の下地なので、割と適当でも OK。続いてオレンジの塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスのハイネ専用機オレンジ。グフだし。ハイネオレンジが似合うかなと思ってこの色を選んで塗装してみました。まあ、オレンジだったら別に何色でもいいんじゃないかな。基本的な塗装が終了したので、グフに墨入れを行いたいと思います。墨入れに使用した塗料は、タミヤの墨入れ用塗料ブラック。これまでに作ってきたチョコサプも、すべてこの塗料で墨入れしてきたので、色を合わせる形で墨入れをしてみました。墨入れ塗料が乾燥したら、綿棒とエナメル溶剤を使用して、モールドからはみ出ている余分な塗料を拭き取っていきます。今回は塗装の大部分にラッカー塗料を使用しているので、トップコートを拭いて塗膜を保護することなく、そのまま墨入れを行いました。墨入れが終了したので、塗装し忘れていたもの愛を塗装していきたいと思います。まずは下地のシルバーを塗装して、シルバーが乾燥したら、クレオスのピンクを、シルバーの上から重ね塗りしていきます。これでグフの塗装は終了です。なかなかいい感じに仕上がったのではないでしょうか。それでは最後にジオラマの塗装を行います。
はじめにタミヤのハルレッドを、ジオラマ全体に塗り漏らしなく塗装します。この塗装は適当でも OK。むしろ適当に塗装した方がいいくらいです。ハルレッドが乾燥したら、タミヤのジャーマングレーを、スポンジに含ませ、トントンと叩くようにジオラマに塗装していきます。この時に、はじめに塗装したハルレッドを塗りつぶさないように、バランスを見つつ適当にスポンジを押し当てます。ジャーマングレーが乾燥したら、タミヤのデザートイエローを、先ほどと同じ要領で塗装していきます。この塗装が終了したら、チョコサプ、グフに行う作業は全て終了になります。それでは完成したグフをご覧ください。はい。こちらが完成した、チョコサプ、グフでございます。これは、かっこいいじゃない。小さいですがしっかりとグフしてますねこれ。さて、それでは今回の作成で失敗したところなのですが、特にないんですよね。改造もほとんどしていないので、失敗をする部分がないというか、強いて言えば、グフの青が明るすぎて、グフカスタムみたいな色に見える。見えないといったところで今回のグフ作成の締めくくりとさせていただきます。それでは最後に、チョコサプ、グフ作ってみた。最後までご視聴いただきありがとうございました。チョコサプ動画はこれで最後になりますが、また何か面白そうな食玩を見つけたら動画にしようかなと考えていますので、その時は改めてお付き合いいただけると幸いです。というわけで、今回はここまで。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。Are you listening?